売上が上がる AI 活用小坂井チャンネルスマートエイト代表の小坂井です。このチャンネルでは売上が上がる AI 活用についてお話ししていきますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今回のテーマは Zendesk クロードコードを使って営業 CS の効率化というところがテーマになっております。Zendesk っていうのは営業の方が多く使っているような CS ツールみたいな感じですか？営業というかカスタマーサポートのお問い合わせ対応されるようなメンバーの方がよくあるお問い合わせとか更新したりとか、お問い合わせがあったところに対応していくようなツールになっています。お問い合わせ結構工数かかられている企業とか何億ってかけてコールセンターとかにかけてる企業さんもあったりするぐらいなので大事なお題かなとは思っています。今日は Zendesk とクロードコードを用いて3つできることがあるということで、ぜひ教えてください。ここに載せているのが3つになってます。お問い合わせがあった時に返信案を作っていって回答していくってところが手間になると思うんですけども、そこを AI に作らせるっていうところが1点目。もう一つは FAQ ですよね。よくあるお問い合わせをヘルプサイトの中で充実させることによってお問い合わせもさせるんじゃなくてユーザーに簡単に調べさせていけるようにするっていうところが2つ目。3つ目は VOC 分析っていうところで顧客の声っていうところを分析することによって商品の改善であったりどこに課題があるのかみたいなところを分析する。このあたりとかは AI と相性が良いのでそれぞれご説明できたらと思っております。そもそもなんでクロードコードと連携するんだっけっていうところをお伝えできたらと思います。一つはですね、お問い合わせ対応ってよくあるお問い合わせの内容以外のデータも使って答えなきゃいけないケースが結構多いと思います。SaaS の企業であればプロダクトの使用書を深く見に行かないとわからないであったり、作ってるメンバーに確認しないと答えられなかったり、顧客からの悩みとか相談とかっていうのは多様になってくるので社内の資料とかも確認しないといけないと思います。そこをですね、クロードコードを使って FAQ だけでなく社内資料も参照できるっていうのがクロードコード連携の一つのメリットです。もう一つはですね、分析だけでなくてクロードコード側で実際に成果物を作ったりができます。お問い合わせの履歴をまとめてレポートを作るであったり、クロードコード側でできたりもするので、Zendesk外のデータとして作り上げるっていうところも可能なのが連携するメリットのもう1点目です。最後には VOC 分析っていうところでカスタマーサポート業務ってところから顧客の声を拾ってプロダクトの改善案につなげるってところをクロードコードの中でプロンプトを組めば、こちらからアクティブに提案する内容としてこういうのがあると顧客に受け入れられやすいであったり満足度を上げられる可能性があるみたいな、より攻めた施策にクロードコード側で転換するってことも可能なので、その3つが連携する価値かなと思っております。いちいち社内資料を人が覗きに行ってたりしたら漏れもありますし、記憶も飛んじゃうし大変そうですね。そこに探してくる工数で手間になったりしているので、私が例えば前にいた SaaS の会社とかですと FAQ の問い合わせを専門の方もいたんですけど、そうじゃないメンバーも一部交代制で対応しなきゃいけない日があったりしていて、本来やりたい業務じゃない部分をやらなきゃいけないっていうところで嫌だった記憶があるので、そういったところも AI で効率化できると良いんだろうなと思っています。まず1個目は問い合わせ対応についてです。問い合わせが Zendesk に来てクロードコード側でですね、マニュアルであったりとか FAQ のデータであったり過去の回答の結果ですね、ここを鑑みながら一時的な回答案を作るってことがクロードコード側で可能です。それによってマニュアルとか過去回答であったりとか FAQ とかを探してくる工数が担当者レベルで言うと減るっていうところ、あとは最終的な返信案自体も過去の回答の返し方の内容みたいなところも鑑みて作ることが可能ですので、過去の回答のデータが溜まっていけばいくほどそれに準じた回答を AI の方で作れることができるという形です。チャット GPT、ジェミニといろいろある中でクロードコードがいいっていうお話なんです。そうですね。Zendeskが問い合わせの内容とかをキャッチアップする API を提供しているので、外部連携が得意なクロードコードが一番便利かなと思っております。顧客への返信をするときとかに Web とか変な情報を拾って誤った回答をしないか不安だったんですけど、何か対策はありますか？クロードコード側で参照元を限定するっていうところを明確に指示してあげる必要があります。そうしないと Web から取ってきたりとか LLM が学習したデータから答えてしまったりするので、基本的に参照元を限定するっていうところが大事です。プロンプトの中にですね、参照可能なソースを定義してあげることが大事です。取得したナレッジ以外からも回答しないようにプロンプト側でしていくこと、そこを明確にクロード側に前提情報として学ばせることが大事です。2つ目はですね、よくあるお問い合わせ FAQ ってどんどん更新していかないといけないものになってるかなと思います。この AI の時代こそ機能開発のスピードがどんどん上がっていって、ドキュメントの更新がむしろ間に合わないであったりとかが発生してくるかなと思います。そこをですね、機能の使用書も AI で作らせた上で何がアップデートされたかっていうデータをもとに FAQ で更新しなきゃいけない差分のデータ内容みたいなところをいちいち人がやっていたらキリがないので、社内の更新された内容と問い合わせで来た内容をもとにこれ
れは事前に FAQ で作っておいた方が顧客も自分で自己解決しやすいよねっていう内容を2つ合わせながら FAQ 改善案を AI の方で作ってZendeskに自動的にアップロードしていくっていうところが可能になってくると FAQ って古くなりがちなんですけども、より最新化してサポートの手間も減り、ユーザー的にも自分で調べやすいみたいな状況が作れるかなと思っております。自分がプロダクトマネージャーを長くやっていたので、その時は昨日要件書からこういったことは質問で上がりそうみたいなところであったり、カスタマーサポートのメンバーから質問があった内容を FAQ 化したりとかっていうところで対応していたので、手間も減るっていう観点はあるんですけど、抜け漏れみたいなところが防げるのは良いのかなと。ちなみにZendeskとクロードコードで FAQ 更新自動化って具体的に何日でできるものなんですか？数分でできます。数分で。Zendesk側で API として FAQ を参照したりとか更新する API が提供されておりますので、この仕組みを作って実行すればすぐにできるかなと思います。すでに Zendesk との連携みたいなところはサポートさせていただいてたりはするので、ぜひご相談いただければいいかなと思います。3つ目はですね、VOC 分析レポートというところで、問い合わせログっていうところはどんどん Zendesk 側に溜まっていきますと、それを単純に眺めるだけだとどうしたらいいかわからないという形になると思うんですけど、分類ですよね。どういう機能に対する問い合わせなのか、不満なのか、満足しているっていう話なのか、何に価値を感じているかっていう顧客の提供価値であったりとか、そういった問い合わせのデータから顧客のニーズであったり、チャーンリスクであったりを検知できる大事な情報かなと思ってます。そのデータをですね、しっかり有効活用するために分類のロジックをプロトコード側で作った上で分析レポートっていうところを作る。そうすると、プロダクトマネージャー側からすると、商品として何を改善すべきなのかっていう参考資料になりますし、どういった観点を補完してあげないと不満になってしまうのかっていうところの営業資料改善にもつなげられますし、LP とか反則資料の中で何を訴求するとより顧客には刺さるんだっけっていうところにつながるかもしれないですよね。そういった形で問い合わせログっていうところを事業改善の材料にしていけるのかなと思います。もう一個踏み込んで言えば、顧客の顕在的な要望の裏にある提供価値って何なんだっけみたいなところまで AI の方で考えさせるっていうかも一個手としてはありかなと思います。例えばこういうことに不満がある。それってどういう価値観であったり、顧客の大事にするものからそういう発言をしているのかっていう、もう一段深掘って提供価値に落としていく。そこをさらに分類させたときに、このサービスはこういう価値に顧客はすごく満足しているけど、こういうところに関しては全然満足してなくて、だからこういうニーズで購入した人はチャーンしやすいとか、浅い情報だけじゃなくて、裏も AI に考えさせて、大量の問い合わせログから人が時間かけて分析していたものを深く分析するっていうところを AI にやらせることによって、スピード感早く改善したりしていけるところが差分かなと思います。今日の3つの事例の中とかで実際にやってみて良かったと思う事例とかってありますか？ FAQ 更新とかに関しては、目先の工数が減る。今までどんどん FAQ 古くなってるよね。だけど日々のお問い合わせ対応で忙しくて全然できてないよねっていうところを AI でさせるってことができるので、丸2番に関してはすぐにどの企業でも利用できる内容かなというところで、研修とかで私が支援させていただいたところはチャレンジしていっている内容です。問い合わせ返信案っていうところはすごい工数がかかってる部分なので、どの企業もチャレンジしたいんですけども、返信案の正しさみたいなところのチューニングであったりとか、業務の中に組み込んでいくってところにハードルはあったりするので、インパクトはでかいんですけど、まず丸2からやって丸1を目指していくとか、あるいは丸3のところをサブでまず実施してニーズを検知していくみたいなところにまずやってみるとか、ステップとしては良いのかなと思いました。逆にこれは難しいとか注意した方がいいみたいなのってありますか？問い合わせ返信とかで自動的に作った回答をそのまま渡してしまった時に、顧客からすると AI っぽい返しされてすごく嫌だったみたいなチャーンリスクとかある可能性があるので、クライアントに見せる文章であったり外部に出る文章っていうところはすごい重要になってくると思うので、精度が本当にもう問題ないよねってなるまでは並走させながら一部工数を減らすっていうところに留める方が安全かなと思います。今回Zendeskっていうのを事例としてご説明させていただいたんですけども、Zendeskとクロードコードを使うことによってメリットとしてはいろんな社内のデータとかも含めて事業改善につながるようなアウトプットがクロードコードをつなげるとできるようになること。そしてクロードコード単体よりも普段業務の中で使われているZendeskのようなツールと連携することによって、さらにクロードコードのバリューっていうところが上がって、普段コースをかけている業務であったり、やれてなかったところができるようになっていくっていう、まさに企業の AI 化っていうところにおいては欠かせないツールの連携っていうお話になるので、ぜひ今クロードコード使われている方は、事業の基幹システムであったり、Zendeskのようなサービスと連携させて付加価値が出ないのかっていうところをぜひチャレンジしてみていただけると良いかなと思います。弊社
社では単純にこのツール入れたらどうですかっていう提案っていうよりかは、どちらかというとビジネスインパクトがある形で何の数値を改善することを目指すためにこういったツール導入した方が良いですよっていうところを数値ベースでご提案させていただきますので、ぜひご興味ある方はチャンネルの概要欄からお問い合わせください。本日はありがとうございました。